皆さん、こんにちは。たぬきおやじの Excel 勉強会にようこそ。シリーズ、やってみようでは、皆さんに実際にクエリを作っていただく手順をご紹介しています。サンプルファイルをダウンロードして、ぜひ一緒に作ってみてください。サンプルファイルのダウンロードの方法は、後ほどご紹介します。では、早速始めましょう。今回のお題は、データソースにない日付や氏名を表示したいんです。それは、こんなことです。このような、社員別の支払いデータから、このような、全社員の今年度の月別支払い一覧を作りたいんです。それは無理です。なぜなら、データソースに氏名がないからです。本当に、それだけですか？アウトプットの表を自分で作って、計算式で各セルの金額を求めれば作れる。ですって？Excel の正しい使い方のイントロダクションの動画から見直してください。このデータソースは、ファクトテーブルです。ファクトテーブルからピボットテーブルを使って作れるのは、データが存在する範囲の表なんです。だから皆さん、データソースにダミーデータを仕込んで頑張ってませんか？でもね、パワークエリー4 Excel が使えるようになった現在では、ダミーデータなんて仕込まなくていいんです。そもそも、ファクトテーブルだけで仕事をしようというのが間違いなんですから。そうなんです。ディメンションテーブルが足りないんです。ディメンションテーブル、簡単に言えばマスターテーブルです。ディメンションテーブルについては、Excel Basic シリーズテーブルの基礎でご紹介しています。ぜひそちらもご覧ください。このアウトプットの表は、一つ目のディメンションテーブルである社員テーブルと、もう一つのディメンションテーブルであるカレンダーテーブル、そしてファクトテーブルの支払い実績データに分解できるわけで、言い換えれば、この3つのテーブルから作れるということです。つまり、このアウトプットの表は、まず、縦軸にディメンションテーブルの一つ、社員テーブルを配置し、次に、横軸にもう一つのディメンションテーブル、カレンダーテーブルを配置することで、出来上がる表なんです。だって、皆さん手作業で作るときも、同じことをするでしょ？そして、この表に、手作業で支払い実績を入力しているでしょ？ここで質問です。現在のアウトプットの表には、支払い実績を入力するセルはいくつありますか？答えは、10×12 で、120個のセルが存在します。そして、120個のすべてのセルは、誰の何月の支払い実績という言い方で識別できますよね。識別できるからこそ、皆さんは手入力でセルを特定してデータを入力できるわけです。ですから、パワークエリーでこのアウトプットの表を作りたいなら、同じことをすればよいのです。まず、接続フェーズでは、ディメンションテーブルである社員テーブルを取得するクエリを作成。もう一つのディメンションテーブルであるカレンダーテーブルを取得するクエリを作成。そして、ファクトテーブルである支払い実績テーブルを取得するクエリを作成します。ここまでが接続フェーズです。次に変換フェーズで、接続フェーズで作成した3つのクエリを、先ほど紹介した手作業の手順を思い出しながら加工していきます。まずは、社員テーブルを配置するので、社員テーブルクエリを編集モードにします。次に、横軸にカレンダーテーブルを配置するのですが、これって、
二次元配列を作るってことなんです。二次元配列は、配列の配列なので、現在の社員テーブルのクエリに、カレンダーテーブルのクエリを掛け算すればよいのです。これで、支払い実績枠120が準備できたわけです。このクエリに、ファクトテーブルである、支払い実績のクエリをマージすれば、アウトプットの表を作るためのデータソースの完成です。今の話を聞いていて、何人かの方は、そんな面倒なことしなくても、一つのブックにすべてのテーブルを配置すれば、ピボットテーブルでも作れるよ、って思いませんでしたか？そこが Excel 脳なんです。すべてのデータソースを一つのブックに保存することが。だって、皆さんの業務で社員テーブルを利用する業務はこれだけですか？カレンダーテーブルを利用する業務はこれだけですか？違いますよね。ディメンションテーブルである各種マスターというのは、いろいろな業務で利用するのです。ですから、マスターを一つの業務のブックの中で管理するのは非効率なんです。ディメンションテーブルは別ブック等で個別に管理することをお勧めします。そして、そのテーブルを Power Query for Excel を使って、いろいろな業務で使い回せばいいんです。今回の紹介では、説明を簡単にするため、月単位の年度カレンダーテーブルという正しくないカレンダーテーブルを利用しています。正しいカレンダーテーブルとは、集計対象となる日付をすべて含む、1月1日から12月31日までの年単位の連続した日付の列を基本に、それぞれの日付に該当する、集計に用いる単位、年や月、年度などの列で構成されるテーブルです。皆さんが実際にパワークエリーでカレンダーテーブルを準備する際には、この正しいカレンダーテーブルを準備して利用してください。この正しいカレンダーテーブルは、パワークエリー4 Excel でも、詳細エディターを利用して生成することが可能です。興味のある方は、概要欄のたけしかがたさんのサイトパワー BI-XYZ をご覧ください。アウトプットの表を作る2つの方法。今回ご紹介するのは、パワークエリーでアウトプットの表の形まで変換して、テーブルとしてシートにインポートする方法です。これ以外に、この後、接続フェーズで作成する3つのクエリをデータモデルにインポートすることで、変換フェーズで加工しなくても、Excel のリレーションシップ機能を使って、ピボットテーブルでアウトプットの表を作成する方法もあります。興味のある方は、お試しください。データファイルを準備しましょう。今回使用するサンプルを ZIP ファイルとして用意してあります。概要欄にリンクがありますので、ZIP ファイルをダウンロードしてください。ダウンロードが完了したら、ダウンロードフォルダーに PQ0003 という ZIP ファイルがありますので、右クリックしてコンテキストメニューからすべて展開をクリックしてください。圧縮フォルダーの展開ダイアログが表示されるので、参照ボタンをクリックしてください。参照先を選んでください。ダイアログが表示されるので、デスクトップを選択して、フォルダーの選択ボタンをクリックします。圧縮フォルダーの展開ダイアログに戻りますので、展開ボタンをクリックします。デスクトップに PQ0003 フォルダーが展開されます。これで、サンプルフォルダーの準備は完了です。それでは早速、新規ブックを開いて、データソースに接続する、接続フェーズから作っていきましょう。データタブをクリックします。データの取得をクリックします。
ファイルからをクリックします。Excel ブックからをクリックします。データの取り込みダイアログが表示されるので、ダウンロードした PQ003 フォルダー内にあるデメンションテーブルを選択して、インポートボタンをクリックしてください。ナビゲーターダイアログの複数のアイテムの選択のチェックボックスをクリックしてチェックを入れます。フォルダー内のアイテムリストの前にチェックボックスが表示されるので、青帯が入ったアイコンの2つのテーブルのチェックボックスをクリックして、チェックを入れてください。2つのテーブルにチェックが入っていることを確認して、データの変換ボタンをクリックしてください。パワークエリエディターが表示されるので、クエリの設定ペインの名前の下のテキストボックスをクリックして、クエリの名前の先頭にある TBL を Get に変更して、名前が Get Employee Master になっていることを確認して、エンターキーで確定してください。クエリペインの TBL マンスリーカレンダーをクリックして、編集するクエリを TBL マンスリーカレンダークエリに変更します。クエリの設定ペインの名前の下のテキストボックスをクリックします。クエリの名前の先頭の TBL を Get に変更して、名前が Get マンスリーカレンダーになっていることを確認して、エンターキーで確定してください。今回は、接続フェーズ1で作成したクエリを保存せずに、パワークエリエディターから別のデータソースに接続してみましょう。ホームタブをクリックします。リボンの右側にある新しいソースをクリックします。表示される選択リストからファイルをクリックします。表示される選択リストからExcel ブックをクリックします。データの取り込みダイアログが表示されるので、ダウンロードした PQ003 フォルダー内にあるファクトテーブルを選択して、インポートボタンをクリックしてください。ナビゲーターダイアログが表示されるので、フォルダーの下に表示されている TBL ペイメントをクリックします。右側にテーブルのプレビューが表示されるので、OK ボタンをクリックしてください。クエリの設定ペインの名前の下のテキストボックスをクリックして、クエリの名前の先頭の TBL を Get に変更して、名前が Get Payment になっていることを確認して、エンターキーで確定してください。以上で3つのテーブルを取得する3つのクエリが作成できました。今回の接続フェーズはここまでです。作成した3つのクエリは、まだブックに保存されていません。次の管理フェーズで、クエリをブックに保存しましょう。先ほど作成した3つのクエリを、接続専用クエリとしてブックに保存して、クエリをグループに移動しましょう。新規に作成したクエリを、ホームタブのフロッピーアイコンで保存してしまうと、エディターのデフォルト値である新規シートにテーブルとしてインポートされてしまいます。今回の3つのクエリは、すべて接続専用クエリとして保存したいので、ホームタブの閉じて読み込むの文字の部分をクリックします。この時、新規に作成した3つのクエリのうち、どのクエリが選択されていても問題はありません。展開されるリストから、閉じて、次に読み込むをクリックしてください。データのインポートダイアログが表示されるので、接続の作成のみをクリックしてください。データを返す先はグレーアウトするので、選択する必要はありません。OK ボタンをクリックして、作成した3つのクエリを接続専用クエリとして保存します。クエリと接続ペインに、先ほど保存した3つのクエリが
接続専用クエリとして表示されていると思います。シフトキー等を使って3つのクエリを選択状態にしてください。3つのクエリを選択したら、選択したクエリの上で、マウスを右クリックします。表示される選択リストから、グループへ移動をクリックします。表示される選択リストから、グループの作成をクリックします。グループの作成ダイアログに、名前と説明を入力して、OK をクリックしてください。Get テーブルグループに3つのクエリが移動されました。ここまで今回ご紹介しているクエリでアウトプットの表まで作成する場合のクエリの保存方法をご紹介してきましたが、ここからは番外編ということで、Excel のリレーションシップとピボットテーブルを使ってアウトプットの表を作る場合の先ほどの3つのクエリの保存方法をご紹介します。興味のない方や後から聞きたい方は変換フェーズ1までスキップしてください。現在の Excel にはリレーションシップという機能があります。この機能を使うと今回のアウトプットの表を先ほど作成した3つのクエリを使ってピボットテーブルで作成可能です。ただ、外部データソースをリレーションシップで利用するためには、データソースをデータモデルに追加する必要があります。その方法は、データのインポートダイアログを再表示して、このデータをデータモデルに追加するにチェックを入れて、OK ボタンを押すだけです。ただ、データモデルの利用については、パソコンのメモリー 8GB&32 ビット版 Excel では、作動が不安定なイメージがあります。自己責任でご利用ください。それでは、話を本題に戻しましょう。管理フェーズ1で接続専用クエリとして保存した3つのクエリを組み合わせてアウトプットの表を作りたいと思います。ここではアウトプットを組み立ててみよう。でお話しした通り、社員テーブルのクエリにカレンダーテーブルのクエリを掛け算して、120個の売上実績を入れるための箱を作ります。それでは、まず、社員マスターを準備しましょう。Get Employee Master のクエリをそのまま使っても良いのですが、ここでは手順をわかりやすくするのと、参照コマンドを利用する方法をご紹介したいので、Get Employee Master のクエリを参照する新しいクエリを作りたいと思います。クエリと接続ペインの Get Employee Master のクエリを右クリックしてください。展開されるリストから参照をクリックしてください。この参照コマンドは指定したクエリ、ここでは Get Employee Master のクエリの結果をデータソースとして新しいクエリを作るコマンドです。一つのクエリに多くのステップを追加することも可能ですが、一つのクエリは文章で表現できる程度のステップ数に抑えて、この参照コマンドを使って複数のクエリに分割することをベストプラクティスでも推奨しています。パワークエリエディターが起動するので、クエリの設定ペインのプロパティの名前を Add Array に変更してエンターキーで確定してください。名前を変更するとクエリペインの表示も変更されます。適用したステップでソースが選択されているので、数式バーには Get Employee Master と参照先のクエリの名前が指定されています。今回作成するクエリで必要な列は EID 列とネーム列だけです。クエリの目的に不要な列は
早い段階で削除することをお勧めします。ただ、不要な列を選択して削除することもできるのですが、クエリエディターでは、必要な列を残すという方法も用意されています。列を削除する3つの方法については、シリーズちょっとだけよの列の絞り込み動画でご紹介しています。概要欄に URL を貼っておきますので、そちらもぜひご覧ください。今回の場合、必要な列は EID 列とネーム列です。つまり、残したい列は EID 列とネーム列だけなのです。それは、今後、データソースに列が追加されたとしても変わりはありません。ですから、ここでは、データソースに列が追加されたとしても、その列が削除される。列の選択コマンドを使うか、他の列の削除コマンドを使うことになります。さらに、今回は、残す列の方が多いので、列の選択コマンドを使うのが良いでしょう。それでは、列の選択コマンドを使って、EID 列とネーム列以外の列を削除してみましょう。ホームタブをクリックして、列の管理グループにある列の選択アイコンをクリックします。列の選択ダイアログが表示されるので、振り仮名のチェックをクリックして外します。OK をクリックして、ダイアログを閉じます。適用したステップに削除された他の列ステップが追加され、EID 列とネーム列が残りました。次は、このフェーズの本題です。現在のクエリに Get Monthly Calendar クエリを掛け算して、支払い実績をマージする枠を作りたいと思います。その前に、現在のデータ数が10行なことを画面左下で確認してください。列の追加タブをクリックします。全般グループにあるカスタム列のアイコンをクリックします。カスタム列ダイアログが表示されます。今回は、列の名前は、デフォルトのカスタムのままにしますので、カスタム列の式の下にある、イコールの後ろをマウスでクリックしてください。Get Monthly Calendar クエリを指定したいので、半角で G を入力します。G で始まる利用できる項目リストが表示されるので、Get Monthly Calendar を選択して、TAB キーや Enter キーを押すか、マウスでクリックしてください。OK ボタンをクリックして、カスタム列を追加します。追加されたカスタム列は、テーブルとして追加されます。テーブルの横の空欄部分をクリックすると、プレビュー下部に、テーブルの中身がプレビューされます。カスタム列の見出しの右側にある、展開ボタンをクリックします。リストが完全でない可能性と表示されたら、さらに読みをクリックしてリストを再読み込みします。元の列名をプレフィックスとして使用します。をクリックしてチェックを外します。展開する列を選択できますが、今回はすべての列を展開するので、このまま OK をクリックしてください。カスタム列のテーブルが展開されて、3つの列が追加されます。シャインマスターは10行のテーブルでした。そこに12行のカレンダーテーブルを掛け算したので、現在のテーブルは120行になっていることが確認できます。展開された列は、列の型が設定されていませんので、列の型を設定します。MID 列の列の型アイコンをクリックします。この列は ID 列なので、表示されるメニューから整数をクリックしてください。MID の列の型アイコンが123に変更されます。次に、デート列の列の型を変更するために、
デート列のデータの型アイコンをクリックします。メニューから日付をクリックして、列の型を日付に設定します。M ネーム列の列の型アイコンをクリックして、リストからテキストをクリックしてください。列の型を指定しなくても、クエリは動きますが、今後追加するステップで、無用なトラブルを避けるために、列の型は必ず設定することをお勧めします。ここで、小テストです。今作成した @array クエリを接続専用クエリとしてブックに保存してください。さらに保存したクエリをグループテーブルに移動してください。手順がわからない方は、この動画の管理フェーズ1を見直してくださいね。変換フェーズ2では、ファクトデータを取得するために作成した Get Payment クエリを参照して、新しいクエリを作り、非単位で保存されているデータをグループ化コマンドを使って、月単位のデータに集計する変換を行います。まずは、Get Payment クエリを参照して、新しいクエリを作成します。手順がわからない方は、変換フェーズ1をもう一度ご覧ください。ここでは、詳細な手順は省略します。作成したクエリの名前を、Add Monthly Data に変更してください。現在のファクトデータは、発生日のデータとなっていますが、今回作成するアウトプットの表は月単位の集計表です。ですから、このファクトデータも月単位のデータにする必要性があります。パワークエリーには、列を指定してグループ化を行うグループ化コマンドが用意されているので、今回はグループ化コマンドを使って月単位のデータに集約したいと思います。グループ化とは同じデータをまとめる機能です。しかし、現在の日付は非単位なので、これでは月単位にグループ化することはできません。ではどうするのか？日付を月内のどこかの日付に揃えればいいんです。どこに揃えるのか？普通に考えたら、月の開始日である1日に合わせますよね。ですから、パワークエリーには、日付を月の開始日に変換するコマンドが用意されています。その名も、月の開始日コマンドです。それでは、早速、月の開始日に変換してみましょう。まず、変換する列を選択する必要があるので、P デート列の見出し部分をクリックして、P デート列を選択します。次に、P デート列のデータを変換したいので、変換タブをクリックします。リボン右側にある、カレンダーアイコンの日付コマンドをクリックします。表示されるメニューから、月をクリックします。展開されたメニューから、月の開始日をクリックします。P デート列の日付がすべて1日に変換されました。これで日付の違いは年と月なので、年月のグループ化が可能になったということです。ちなみに、年でグループ化する場合は、年の開始日コマンドが利用可能です。他にも、日付から週番号や年度などを計算するカスタム列を追加して、その列でグループ化することも可能です。そのあたりは別の動画でご紹介しましょうね。次に PID 列と PDate 列でグループ化をしたいと思います。現在 PDate 列が選択されていると思いますので、コントロールキーを押したまま PID 列の見出しをクリックしてください。次にホームタブをクリックします。変換グループにあるグループ化アイコンをクリックします。グループ化ダイアログが表示されます。新しい列名をクリックして、
列名をペイメントに変更します。行数のカウントをクリックして、選択リストから合計をクリック。列の選択ボックスの PID をクリック。表示される選択リストからペイメントをクリック。これで PID 列と PDate 列が一致する行がグループ化され、ペイメント列を合計した結果が新しいペイメント列に表示されます。最後に OK をクリックして、グループ化された行のステップが追加され、先ほどまで13行あったデータがグループ化されて10行になったことが確認できます。このクエリはまだブックに保存していませんので、ホームタブの閉じて読み込むの文字の部分をクリックして、表示されるメニューの閉じて次に読み込むをクリックします。データのインポートダイアログが表示されるので、接続の作成のみをクリックして、OK ボタンをクリックして、作成したクエリをブックに接続専用クエリとして保存します。保存したクエリは Add テーブルグループに移動してください。ここまでの操作で、氏名と月を掛け算した120個の箱と、月単位に合計された個人別のファクトデータが準備できました。次の変換フェーズでは、120個の箱に、該当する個人データを紐付ける、マージ操作を行います。クエリと接続ペインの Add アリークエリを選択して、右クリック。表示されるメニューから、結合をクリック。この操作により、クエリの参照とマージの操作が一度に行えます。マージダイアログが表示されるので、中央の選択ボックスをクリックして、選択リストから、Add Monthly Data をクリック。今回の2つのクエリを正しくマージするためには、キー列を2つ指定する必要があります。まずは、上段の Add アリークエリのキー列を指定します。EID の見出しの部分をクリックしてください。コントロールキーを押したまま、デート列の見出しをクリックします。すると、EID 列の見出しに1、デート列の見出しに2の選択した順番の数字が表示されます。この数字は、2つのクエリのキー列を紐付けるための数字です。下段のクエリの列を選択する順番は、上段の1の列に紐付けたい列から順番に選択します。下段のクエリの PID 列の見出しをクリックしてください。最後に、コントロールキーを押したまま、PDate 列の見出しをクリックします。下段のクエリの見出しにも、選択した順番の数字が表示されます。このようにマージコマンドで利用するキー列は、見出しの名前が同じ名前である必要はありません。また、今回のように、キー列を複数指定したマージも可能です。最後に、OK ボタンをクリックして、マージを実行しましょう。マージが実行され、Add Monthly Data Queryがテーブル列として追加されます。マージを実行すると、このようにテーブル列として追加されるので、テーブルの中の列を利用する場合は、展開コマンドを使って展開する必要があります。では実際に展開してみましょう。Add Monthly Data 列の見出しの右側にある展開ボタンをクリックします。展開用のウィンドウが表示されますので、まず、元の列名をプレフィックスとして使用します。のチェックを外してください。元の列名が必要な場合を除き、このチェックは外すことをお勧めします。マージする両方のテーブルに同じ名前の列があった場合には、マージ側のテーブルの見出しに番号が自動付加されます。
あとは、展開したい列を選択するわけですが、規定では、すべての列が選択されていますが、今回は、PID 列と PDate 列のデータは、元のクエリに存在するので不要です。ですから、まず、すべての列の選択をクリックして、チェックを外してください。次に、展開したい、ペイメントをクリックして、ペイメントにチェックを入れて、OK ボタンをクリックして、テーブルとして追加された列を展開します。次に、クエリの名前を Add Merge に変更して、エンターキーで確定します。このクエリは、まだブックに保存したことのないクエリなので、閉じて次に読み込むのコマンドを使って、接続専用クエリとしてブックに保存してください。手順は省略しますね。変換フェーズ4。月を列にピボットして表形式に。Add Merge クエリをデータソースにして、ピボットテーブルで表を作っても良いのですが、今回は、このぐらいの表なら、クエリでも作れるよ。ということで、クエリで表にしたいと思います。クエリと接続ペインに表示された Add Merge クエリを右クリックしてメニューから参照をクリックしてください。Power Query Editor が起動しますので、クエリの名前を IMPMST に変更して、エンターキーで確定してください。この後、目指すアウトプットの表はこんな形です。そして、現在のデータはこんな感じです。EID 列とネーム列は、現在の列がそのまま利用できそうですね。問題は、月の列をどうやって作るかですが、Power Query Editor のコマンドには、列のピボットという、列に含まれるアイテムを列の見出しにして、列を追加する機能があります。この機能を使って、月の列は作れるのですが、その前に、目指すアウトプットの月の名前は、2022年4月のように年月になっていますよね。この名前をデート列から作ってから使う必要がありますね。では、デート列の表示の変更と、列のピボットを実行してみましょう。デート列の表示を変更したいので、デート列の見出しをクリックして、選択してください。デート列の表示の先頭から7文字取り出したいと思いますので、変換タブをクリックして、テキストの列のグループにある抽出コマンドをクリックします。表示されるメニューから最初の文字をクリックします。最初の文字を抽出するダイアログが表示されるので、カウントに7を入力して、OK ボタンをクリックします。デート列のデータが年月のテキストデータに切り替わりました。今回のデータでは、デート列の上位の行が、たまたま4月から3月に並んでいるのですが、並んでいない場合を想定して、デート列を4月から3月に並び替えたいと思います。今回のデータには、並び替えを想定して、MID 列を用意してありますので、MID 列で並び替えを行うために、MID 列のフィルターボタンをクリックします。表示されるフィルターウィンドウの一番上にある照準で並び替えコマンドをクリックして MID 列を照準で並び替えることでデート列も4月から3月に並び替わります。ここまで来ると MID 列と MNAME 列は不要になります。今回の場合、2つの列を選択して列の削除コマンドを実行しても問題ないのですが、今回は勉強のために列の選択コマンドを使ってみましょう。ホームタブをクリックしてください。列の選択アイコンを
クリックします。列の選択ダイアログが表示されるので、必要のない MID と MNAME をクリックして、チェックを外します。チェックが外れたことを確認したら、OK ボタンを押して、不要列を削除します。次に、デート列の見出し部分をクリックして、デート列を選択します。この列のアイテム分の列を追加したいので、変換タブをクリックして、任意の列グループにある列のピボットをクリックしてください。列のピボットダイアログが表示されるので、詳細設定オプションをクリックして展開します。クエリエディターには、このように非表示にされたオプションが多々あります。結構使えるオプションが多いので、オプションは必ず開いて内容を確認する癖をつけましょう。ダイアログの説明にある通り、デート列にあるアイテムを使用して新しい列を作るのが列のピボットの機能です。新しい列を作るということは、その列に何かのデータを入れるということです。作成する列に入れる値の列を指定するのが値列です。値列をクリックして、表示される選択リストから、ペイメントを選択してください。値の集計関数が合計に自動で変わりました。今回は合計したいので、このままでも良いですが、集計関数には、このようなものがあります。集計せずに、すべての行を残したい場合は、集計しないを選択します。列のピボットの設定が完了したので、OK ボタンをクリックして、列のピボットを実行します。デート列のアイテムであった4月から3月の列が追加され、各列には該当するペイメント列の値が並んでいるのが確認できます。このように、クエリだけでも簡単なクロス集計表を作ることはできます。ただ、Excel のピボットテーブルのような表を作ることはできませんので、一つ前のフェーズで作成したAdd Merge Queryをデータソースにして、ピボットテーブルを作る方が個人的にはおすすめですが、こんなこともできるよ、ということでテーブルに展開してみましょう。ホームタブをクリックしてください。閉じて読み込むの文字の部分をクリックしてください。表示されるメニューから、閉じて、次に読み込むをクリックします。データのインポートダイアログが表示されるので、上段の表示方法では、テーブルが選択され、下段のデータを返す先では、新規ワークシートが選択されていることを確認します。実務では、利用したい方法に変更して、クエリの結果をインポートしてください。OK ボタンをクリックして、新規シートにテーブルとしてインポートしてみましょう。最後に、作成したクエリは、Add テーブルグループの Add Merge クエリを参照して作成したので、Add テーブルグループに入っていますので、別のグループを作って移動してください。方法は、IMPMST クエリを右クリックして、グループへ移動から行います。運用フェーズ。運用フェーズ。社員が増えたらどうするの？社員マスターに増えた社員を追加するだけ。あとは、クエリをインポートした集計表の上で右クリック。表示されるメニューから、更新をクリックします。社員マスターに追加した社員が追加されました。次の年度になったらどうするの？カレンダーマスターの日付を次の年度に変更すれば OK なんですが、ここまで来ると
年度を切り替えて表示したい、なんて欲が出てきます。そんな時は、カレンダーマスターに次の年度も追加して、年度を切り替えるために年度列を追加しましょう。追加したら、ブックを保存してくださいね。次に、クエリの結果をインポートしたシートの1行目に3行追加して、年度設定テーブル TBLJFY を追加します。ここの年度を変更して、クエリの結果のテーブルを更新することで、表示する年度を切り替えられるようにしましょう。追加した TBLJFY テーブルを選択して、データタブをクリックします。データの取得と変換グループにあるテーブルまたは範囲からをクリックします。パワークエリエディターが起動します。2022と表示されたデータをクリックして選択し、右クリックします。表示されるメニューから、ドリルダウンをクリックします。ドリルダウンが実行され、見出しがなくなるので、名前を PRMJFY に変更して、接続専用クエリとして保存してください。Get Monthly カレンダークエリに、年度で絞り込むフィルターステップを追加したいので、ダブルクリックで開きます。クエリエディターが起動します。おや、先ほど追加した JFY 列がありません？大丈夫です。プレビューが最新化されていないだけなので、ホームタブにあるプレビューの更新アイコンをクリックしましょう。ほら、JFY 列が表示されました。JFY 列の列の型が設定されていないので、適用したステップで変更された型のステップが選択されていることを確認して、列の型アイコンをクリックします。次に、表示されるメニューから、整数をクリックしてください。JFY 列の列の型が整数型に変更されます。次に、JFY 列のフィルターで、表示するデータを単年度に絞り込むために、JFY 列のフィルターボタンをクリックして、数値フィルター、指定の値に等しいの順にクリックします。行のフィルターダイアログが表示されるので、赤枠のボタンをクリックします。表示される選択リストから適当な項目を選択します。今回は2022を選択します。OK ボタンを押して、フィルターされた行ステップを追加します。数式バーには、先ほどフィルタリングした2022が見えますね。そうです。この数字が表示する年度なんです。ですから、この数字を先ほどドリルダウンしたクエリに置き換えれば、セルの値をフィルタリングの条件として利用できるというわけです。数式バーの2022の後ろをクリックして入力カーソルを表示して、バックスペースで2022を消してください。先ほど作った PRMJFY を指定したいので、P キーを押してください。PRMJFY が選択されていると思いますので、エンターキーで確定して、もう一度エンターキーを押して数式を確定します。フロッピーアイコンをクリックしてクエリを保存します。これで年度を変更してテーブルを更新すれば、2023年度の表が表示されます。まとめ。Excel で Power Query for Excel が利用可能になったこれからは、データをテーブル化することは必須です。そして、そのテーブルには、ファクトテーブルとディメンションテーブルがあり、社内でディメンションテーブルが最新の状態で管理され、利用できる状態になっていること、それが企業の基礎体力だということです。
DX ツールを使う前に、やるべきこと。それは、マスターであるディメンションテーブルの準備なんです。それさえあれば、Excel も立派な DX ツールです。いかがでしたか？たぬきおやじの Excel 勉強会では、今後もシリーズやってみようを追加予定です。動画作成の励みになりますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、やってみよう。